君、いたの？相変わらず暇そうだね。椅子に座ってるだけなのに？へえ、例えば？どうせくだらないことなんじゃないの？ほら、やっぱりくだらない。俺、大貝さんに君を外に連れて行ってやるよう言われたんだけど、息抜きさせてやれって。俺は面倒なんだけど、大貝さんに言われたら仕方ない。何？嫌なの？さっさと行くよ、早くして。東京美術学校授業成績物展。違う、成績物展。君、本当に食べることしか頭にないんだな。その成績物展に友人の絵が展示されてるんだ。横山大観。ほら、早く。いや、ただ眩しいだけ。朝方まで絵を描いていたから。今日はもともと出かけるつもりだったんだ。君のためだけってわけじゃない。俺は別の展覧会の準備があったから今回は提出していない。君、大観の絵を見たことがないだろう。俺の絵なんて霞むぐらい彼の絵はすごい。あの一幅を見たら展示会に来る価値は十分だったと思えるはずだよ。掛け軸の数え方、一幅二幅って数えるんだ。まあ、見ればわかる。そうしなよ。きっと驚くから。どう？大観の絵は素晴らしかっただろう。大観はこれからの人なんだ。この先いくらだって見る機会があるよ。まあ普通に。大観の絵は見る者に言葉を失わせるんだ。絵の前に立った時、まずその斬新な手法に目を奪われ、迫力に圧倒され、その後すぐに絵も言われぬ安堵感が襲ってくる。曖昧な感想だね。だけど曖昧でいいんだ。はっきりとした答えがないところも彼の絵の魅力だと言える。見ていると気分が朦朧としてくるなんて揶揄するやつもいるけど、今に見てなよ。彼は必ず
日本の美術界に革命を起こす。もちろん俺と一緒に。え？いや、好きとかそういうんじゃ。まあ熱血感で暑苦しくてたまに面倒なこともあるけど、一応信頼はしている。さっき会っただろ。絵の前に痩せた男がいただろ。あれが大観だよ。ああ、まあ。別に何もないよ。しつこいな。そうじゃない。ただからかわれたから。本当にしつこいな。別に、ただ君が俺の恋人なんじゃないかってからかわれただけだよ。なんで赤くなるんだよ。まったく、君なんかと恋人に間違われるなんて冗談じゃない。さあ、知らないよ。あ？そんなの君が初めてに決まってるだろう。What's in the name? That which we call a rose.コリスちゃん？なんだ、寝ているのかい？見たまえ俊宗、うちのコリスちゃんが冬眠しているようだ。大貝さん、前から気になっていたんですが。なんだい？彼女を愛玩動物扱いするのはどうかと思います。そのコリスちゃんという呼び方もなんというか、慣れ慣れしすぎると？おや、図星を刺してしまったかい？そうではなくて、
お前も随分とさまつなことを気にするのだな。ではコリスちゃんはやめて、西洋風にダーリンと呼ぶのはどうだろうか。もしくは、スイートハニーというのもあるが。結婚前の女性にそういった呼び方をするのは品がなさすぎると。特に問題はあるまい。彼女は僕のフィアンセなのだからね。それは建前上の話でしょう。では、建前でなくなればいいのかい？え？本当のフィアンセになればいいのかと聞いているのだが。あ、それは。寝相の悪いお嬢さんだ。仕方ない。部屋まで運んでやるとするか。いえ、俺が運びます。ほう。それはまたどうして？よくわかりませんが、とにかくそうさせてください。そうかい。では彼女はお前に任せよう。階段を登るときは足元に気をつけるのだよ。はい。さて、僕も部屋に戻って小説の続きを書かなくては。いや、だがしかし。何ですか？いやー、春草がそこまで食い下がるのも珍しいと思ってな。僕は彼女の寝込みを襲うような真似をするつもりはないのだけどね。別に、そんな風に疑っているわけでは。冗談だ。まったくなんで俺が。なんでそんなに間抜けな顔で眠っていられるのかな。本当におめでたいよ、君って女は。別に、君と大貝さんがどうなろうが、俺には関係ないはずなのに。ねえ、起きなよ。ほら、起きろって言ってるだろ。冷静じゃない自分なんて、これ以上見たくないんだ。まったく、警戒心のないやつ。さて、どうやって起こそうか。耳元で力いっぱい叫ぶか。いっそのことを水をぶっかけるか。いや、その程度じゃ鈍感な君を起こすことなんてできないかな。もっと君の嫌がるようなことをしないと。例えば、ほら、起きなよ。今俺がしたこと、飛び起きて怒ればいい。鈍感すぎる君が悪いんだ。寝ている間にこんなことされても。起きないなんてさ、恨むなら俺を冷静にさせてくれない君自身を恨むんだね。やあ、おはよう、コリスちゃん。まさに行水日和だ。さて。おはようございます。おはよう、春草。ああ。そんなの見ればわかるよ。春草、今日は確か学校は休みだったろ？はあ。それならちょうどいい。天気もいいことだし、また彼女をどこかに連れて行ってやるといい。は？またですか？そうだ。浅草あたりはどうだい？コリスちゃんもまだ行ったことがないだろ？俺、まだ課題が残ってます。おや、そうかい。それは非常に残念だな。というわけでコリスちゃん、今日は僕とデートしようではないか。
いかにもデートだ。浅草で買い物をしながらブラブラ歩くのもいいし、ふみさんに弁当をこしらえてもらって上野公園でのんびり過ごすのもいい。ああ、そうだ。前に欲しいかんざしがあると言っていたね。今日はそれを買いに行くとしようか。さあ、そうと決まれば話は早い。急いで支度を。ん？なんだい、俊宗。いえ。どうした俊宗。早くしないとせっかくの天気が崩れてしまうかもしれないではないか。そういえば。ほう。そういえば？そういえば、彼女との約束をすっかり忘れていました。悪いんですが、今日は彼女と一緒に出かける約束をしていたんです。はて、さっきまでそんな話はしていなかったではないか。今約束を思い出したんです。とにかく、彼女は俺と出かけるので。ほうほう。それは。俊宗も女性をデートに誘うようになったということかな？別に、そんなんじゃ。そういうわけではなく、ただ彼女が画材を売っているお店を見てみたいと言うから、連れて行くだけです。おお、コリスちゃんも絵の道を志すことにしたのかい？それは素晴らしい。それじゃあ、行ってきます。ほら、行くよ。君ってさ、いつもああなの？鴎外さんに甘えて何かねだったりしてるの？え？やられた。たく、鴎外さんは。鴎外さんはすぐにああいう嘘で悪ふざけを。は？別に嘘ってわけじゃない。前に君を展覧会に連れて行った時、興味深そうに絵を見ていただろう。君、もしも俺が連れ出さなかったら、鴎外さんとデートしていただろう。一緒に出かけて、どうするつもりだったの？例えば、こうやって。こうやって、手でも握られたらどうするつもりなのか聞いてるんだけど。へえ、そうやって赤くなるんだ。鴎外さんの前で。
何黙ってるの？答えなよ。手が熱いんだけど、どうしてかな。じゃあこっちを見なよ。ほら、顔を上げてって言ってるんだけど。あ、そう。それならそれでいいけど。こうやって力ずくで抱き寄せられたらどうするつもり？どうすることもできないだろう。君なんか好きだらけで大した力もない。されるがままになるしか。君、少しは抵抗しようとか思わないの？君ってほんとお人よしだよね。抵抗しなきゃいけないようなことされてから抵抗したんじゃ、どう考えたって遅いだろう。どうして？どうしてって聞いてるんだけど。いいよ、ゆっくりで。帰りながら聞くから。久しぶりだね。思ったより元気そうじゃないか。あれからどう？楽しくやってる？明治時代も悪くないよね。ゴミゴミしてないし、自然は多いし、かまどで炊くご飯はおいしい。このまま永住してもいいくらいさ。例の約束？今の「すっとぼけないで」は最高だったよ。相変わらず怒った顔も素敵だ。ゾクゾクする。そのまま僕を虫けらみたいに踏みつけてやればいいんじゃないかな。冗談冗談、もちろん覚えてるよ。次の満月の夜、君が現代に帰りたいなら僕が世紀の大奇術を仕掛けてあげよう。
っていう約束だよね。君はまだ現代に未練があるわけだ。何かな？難しい質問だ。現代にも明治にも良い部分があるからね。強いて言うならそうだな。君のいる時代だ。冷たいね。本心かもしれないじゃないか。ま、泣いても笑ってもいずれ満月になる。自分がどうしたいのか、それまでゆっくり考えるといい。そう、帰りたいのか帰りたくないのか、この時代でやり残したことはないのかとかね。僕が言うのもなんだけど、君がこの時代にいる意味は必ずあると思うのさ。その意味に気づくのがいつになるかは僕にはわからないけどね。君に何が見えているのか僕にはわからない。それが意図せず見えてしまうものなら、やはり意味があると考えるのが自然じゃないかな。意味がないものなら君も自然と忘れるよ。現代で元の生活に戻れば、この時代での記憶はあっという間に薄れる。人間の記憶ほど頼りないものもないからね。おはよう。うん。ああ、ごめん。いや。やあ、おはよう、二人とも。どうした俊宗？目が赤いようだが。少し目をこすってしまっただけです。そうかい。それならいいのだが。お前が飲み込みの早い生徒で助かる。やはり柔軟性に富む若者は成長もまた著しいのだ。
僕の担当は美術解剖学なのでね。絵の描き方を教えているわけではないのだが、まあ生徒といえば生徒だ。春草のことが気になるのかい？やはりお前は素直な子だ。実に微笑ましい。微笑ましいと同時に少々羨ましくもあるな。お前に思われている春草に対してだ。お前は春草のことを。おう、記憶が戻ったのかい？お前の故郷がどこにあるのか知らないが、問題は距離ではない。問題があるとすれば、双方の家柄だ。春草の家は信州の士族だ。家柄は悪くない。今は書生の身だが、いずれ日本画家として世界中に名を轟かす存在になると、僕は思う。しかし現状では、奴の絵は正当な評価を受けていないのだ。保守派の評論家にとっては、西洋絵画の手法を取り入れた春草の絵は、前衛的すぎるのだよ。お前は朦朧体という言葉を知っているかい？春草の絵は、対象物を線ではなく、面で表現する特殊な画風なのだ。これを西洋絵画の浅はかな模倣と揶揄する輩がいるのだよ。つまり朦朧体とは、物の輪郭が曖昧という意味の他に、模倣や偽物といったあざけりの意味が含まれるのだ。このような言葉で新しい才能を否定する画壇の、なんと両見の狭いことか。僕はね、春草は日本よりもむしろ国外の方がその才能を遺憾なく発揮できるのではないかと思っているのだ。はは、やはりお前もそう思うかい？なかなか見どころがあるではないか。奴は近々展覧会を開くそうだが、ぜひ成功させてもらいたいものだ。これを機に、少しでも世間の風向きが変わればいいのだが。誰？
ああ、君か。何その鈍器。鰹節を持って街を徘徊する方がよっぽど気候じみてると思うけど。でも、不審者の正体が君でよかったよ。とりあえずは撲殺されずに済みそうだ。まさかとは思うけど、その鰹節であの猫をおびき出そうとしてるの？あのさ、そういう時は俺を呼んでって言ったよね。君は玉寄りだ。ただでさえ物のけに絡まれやすいのに、夜に一人で出歩くなんてどうかしてるとしか思えない。外は外だろ。君の身にもしも何かあったら、俺は。どうして君はそう楽観的でいられるの？物のけにからかわれる程度ならまだいい。人さらいに襲われたら、君みたいな小娘がどうやって剛腕の男たちに抵抗するつもり？わかればいいけど。寒いの？震えてるから。あげたわけじゃないよ。貸しただけ。いやー、よく頑張ったではないか。これで明日は優勝間違いなしだ。ところで俊宗、はい。分かっているとは思うが、明日の会場は6名間だ。お前もついてくるように。はい？なぜ俺が行かなきゃならないんですか？ドレスを着た淑女に荷物を持たせるわけにはいかんだろう。つまり、俺に荷物を持てと？いかにも。僕が持ってやりたいのは山々だがな。あいにく僕は万年筆より重いものを持ったことがないのだ。俺も筆より重いものを持ったことありませんが。そう釣れないことを言うものではない。明日は僕の可愛いフィアンセの晴れ舞台なのだ。わかったね、俊宗。明日のお前の働きを楽しみにしているよ。いいよ、荷物くらい。荷物くらい持つって言ってるんだ。面倒だよ。
でも君には一応借りがあるから。とにかく。おーい、コリスちゃん。明日の打ち合わせをしておこう。僕の部屋に来たまえ。わかってる、そんなこと。おーい、コリスちゃん。君、大貝さんのこと。なんでもない。ごめん。やはり僕の見立てた通りだ。コリスちゃんには実にドレスがよく似合う。ははは、何を緊張しているのだ。仕方ないな。おい俊宗、彼女に腕を貸してやりなさい。え？エスコート役は大貝さんなのでは？ほら、捕まりなよ。何緊張してるの？柄でもない。君は大丈夫だろ？君って最初からずうずうしくて図太かった。今もその印象は大して変わってないから。
でももう慣れた。一度慣れてしまえばそれはそれでいいような気もするし。つまりまあまあ似合ってるんじゃない？それ。大きな声出すなよ。恥ずかしいやつ。いいよ。それ以上元気出さなくて。では候補者12番東京府神田区。素晴らしいではないか、コリスちゃん。なんと叙情的な朗読だ。あの疾走感のあるセリフ回し、ジュリエットの恋焦がれる気持ちが痛いほど伝わってきた。ま、そこそこかな。頑張った甲斐はあったんじゃない？どうしたんだい？申し訳ございません。たった今終了してしまいまして。こら、何を落ち込んでいるのだ。お前は素晴らしい朗読を披露したのだから、もっと胸を張りたまえ。ローストビーフがない？だったら刺身でも食べればいいだろ。君、もしかして何か期待してるの？だよね。ならいいけど。一応言っておくけど、入賞できなくて当然だから。
だいたいこういうのは家柄で順位が決まるんだよ。大貝さんの家も名家だけど、さすがに財閥筋や市長の娘にはかなわない。それでは発表いたします。全国美人第1等は福岡県小倉市長令嬢末永真知子さんに決定です。僕は、まるで納得ができない。なぜ彼女が一等ではないのか。どう考えても僕のフィアンセが一番優れていたではないか。静かに凛太郎さん。これは完全に審査方法に問題がある。おばさんもそう思うでしょ。何を言うのです。これは平等な審査であって。審査基準を明確にすべきだ。その上で厳正かつ公正なる再審査を要求する。おう、コリスちゃん、そこで待っていなさい。僕は不正を見過ごすことができないのだ。入賞すべき人間が正当な評価を受けられないのはおかしいだろう。これは何か陰謀がうごめいているとしか。おばさん、とにかく僕は彼女と結婚します。僕が審査員なら間違いなく彼女が一等です。というわけで、見合い話はなかったことに。行こう。後にして。ああ、ごめん。俺はつい。足痛かったろ。履き慣れてない靴だよね、それ。さっき大貝さんが君のことを親戚の人たちに婚約者だと紹介しただろ。そんな状況を見ていたら、なぜか君をあの場に残してはいけないような気になった。まったく、大貝さんも大貝さんだ。最初のうちはただ婚約者のふりをするだけだと言っていたのに、最近は妙にノリが良くなって。ああ、いや、そんなことはどうでもいい。あのさ、一つ聞いていいかな。君、もしも大貝さんに本気で求婚されたら、どう答えるの？ありえないか。でもあの人が君のことを気に入っているのは確かだ。もし君がこのまま記憶を取り戻すことができなかったら、結婚という形で面倒を見ようとしても不思議じゃない。
優しいんだ、あの人は。君もそう思うだろう。分かっているから言ってるんだ。鴎外さんは優しい。それに君のことを気に入っている。多分君が思っているよりも強く。でも俺は鴎外さんと君を純粋な気持ちで祝福することはできそうにない。恩知らずな居候で申し訳ないとは思うけど、こんなところまで勝手に連れ出してごめん。迷惑だったろ。でも悪いけど、君を鹿鳴館には返さない。迷惑がられたって返さない。そもそも返す気があったら、最初から連れ出したりしないし。俺が怖がらせてたらごめん。これでも一応悪いとは思ってる。でも、やっぱり返さない。どこ見てるの？こっちを見て。君が誰のことを見てるのか知らないけどさ、たまには俺のことを見なよって言ってるんだよ。そのドレス姿、みんなに見られてどう？君って調子に乗りやすいからさ、ちやほやされていい気になってるんじゃないかと思って。まあ、無理もないけど。わかる。思わず口づけたくなる程度には、そのドレスが似合ってるってこと。なんて顔してるの。どうして？そんなの知らないよ。見るに決まってる。だって俺は君のことが好きだよ。悔しいけど。こんなことされて嫌だったろ。嫌なら跳ねのけなよ。大きな声を出したっていい。何？は？俺、そんなこと言ったかな？迷惑だし、ずうずうしいよ、君は。でも、好きだ。ねえ、よく顔を見せて。
この目に焼き付けておかないと。君の顔。そばにいるからっていつでも顔を見られるとは限らない。ちゃんと見ていられるうちに見ておきたいんだ。まったく、昨べは大変な目にあったな。身内には責められるわ。僕の可愛いフィアンセは失踪するわで、まさに踏んだり蹴ったりというありさまだ。なあ、俊宗。はあ。なあ、コリスちゃん。しかし、コリスちゃん。昨日は残念な結果に終わってしまったが、気に病むことはない。お前は僕のフィアンセとして立派に役目を果たしてくれたのだからね。いいや、昨べのお前は立派だった。僕の身内への紹介も済んだことだし、これからも気兼ねなくこの屋敷で暮らしたまえ。ああ、弟と妹がいる。兄弟仲は実に良好だ。思い出したの？家族のこと思い出したの？そう。ごちそうさまでした。どうした、俊宗。すみません。ただの立ちくらみです。具合でも悪いのではないか？知り合いの医者を紹介できるが。いえ、大丈夫です。お先に失礼します。おう、俊宗のことが心配かい？まあ、心配といえば心配だが。前々から気にはなっていたのだが、僕の見立てだと、俊宗は眼病を患っているのかもしれない。目を酷使しすぎたせいかどうかは知らんが、視力が著しく低下しているのだろう。それこそ、平衡感覚を失うほどに。僕は眼科医ではないから専門的なことはわからないのだ。とにかく早いうちに適切な治療を受けさせる必要がある。落ち着きなさい。そこまで深刻に考えるものではない。お前が慌てても仕方ないだろう。よければ、お前から俊宗に一度医者に診てもらうよう勧めてはくれないか？僕が無理に医者を連れてきてもいいのだが、
春草もなかなか意固地な男だからな。治療を強制されると、かえって非協力的な態度を取られてしまうかもしれない。春草には自主的に治療に当たってもらいたいのだ。そう説得するのは僕ではなく、お前の方が適任だろう。なに、とりあえず受診させればいいだけだ。軽症であればそれに越したことはないのだから。というわけで頼んだよ。すべてはお前の愛の力にかかっている。お前は、春草のことを好いているのだろう。否定はしないが、肯定もしないのかい？そうか。深く追求するつもりはないが、お前にも肯定できない事情があるのだろう。ん？ああ、君か。君、俺との約束守る気ないだろ。一人で夜中出歩くなって言わなかったかな。どうして？待つなら屋敷の中で待っていればいいだろう。それとも屋敷の中ではできない話でもあった？まさかこの家を出ていくとか、どこか遠いところに行くとか、そういう話？なんだ、そういう話か。やっぱり鴎外さんの入れ知恵だ。君から探りを入れるように鴎外さんから頼まれたの？あ、どっちでもいいけど。あのさ、俺は鴎外さんと違って人前で服を脱ぐ趣味はないんだけど。で、何？俺の目を？大げさだよ。君も鴎外さんも。疲れ目のせいで視界がぼやけるだけ。鴎外さんにそう伝えておいて。
だから、怖いんだ。怖いんだ。本当のことを知るのが。少し前から線をまっすぐ引けなくなってた。今までみたいに筆が思うように動かなくて。もし病気だったら、絵が描けなくなったら、それを知るのがたまらなく怖い。このまま失明するんじゃないかって、ずっと。どうして君が泣いてるの？どちらかというと泣きたいのは俺の方なんだけど。止めなくてもいいけど、顔を見せて。ひどい顔。そんな顔も可愛いけど。どうしてそんなに暑いの？そうだね。絵が描けなくなるのも困るし、君の顔が見られなくなるのも困る。ねえ。俺は君の顔をずっと見ていたい。君のそばで好きだよ、君のこと。ここにいてほしいんだ。君の絵もまだ完成していないし。今は仕上げの色を塗っているところ。まだ完成させたくなくて、ずっと仕上げを先送りにしていたんだけど。さあ、どうしてだろう。多分絵が仕上がるのと同時に、君が俺の前からいなくなってしまうような気がしたのかも。別に根拠なんてない。ただなんとなくそう思っただけ。でも君のドレス姿はまさに孫にも衣装だったな。どう？そっくりだろ。我ながら結構うまく描けていると思う。まさかこんなところで西洋絵画の勉強が役立つとは思わなかった。俺の目がまだちゃんと見えているうちにこの絵を描けてよかったよ。近々行われる展覧会に飾ろうかと思ったけど、やっぱりやめておくよ。絵とはいえ、君のドレス姿を他の奴らに見せてやる義理はないし。ほら、こっちを見て。今から君の瞳の色を塗るから。
綺麗な目だ。ほら、動かない。君どうしていつも落ち着きがないのかな。余計なこと考えないで、俺だけ見てなよ。こんな簡単なこと、できないとは言わせない。よし。完成。どう？実物より美人に描きすぎたかな。冗談に決まってるだろ。俺は自分の目を通したものをそのまま描くだけ。もしこの絵の中の君が美人すぎるように見えるなら、俺が普段から君のことをそう見ているということになる。だからいちいち赤くならないでほしいんだけど、そんな顔されたらもっといじめたくなるだろ。どう？強く抱きしめられて苦しい？でもこれぐらい強くしておかないと君がここから逃げてしまうかもしれない。君の絵が完成して、それでも君はちゃんとここにいるっていうのに、どうして胸騒ぎがするんだろう。嫌なら抵抗しなよ。ちゃんと嫌って口に出したらやめてあげるから。言わないんだ。じゃあ君がどこまで我慢できるか試してみようか。逃げるなら今のうちだよ。そう簡単にはやめられなくなる。それでもいいなら俺の手を握り返して、もっと強く。そう、強く。ねえ言って、俺がこの絵を仕上げても君はずっとここにいるって。強情だね、君は。言ってくれなきゃこの部屋から出さないよ。ねえ。
離れても元気でいてね。君のこと忘れないからね。やあ。いやあ、会えてよかったよ。探しても探しても見つからないから、そろそろ帰ろうかと思っていたところなんだ。満月の夜はね、生き物の血が湧き立つのさ。じっとしてはいられなくなる。そして少し不思議なことが起こりやすくなるんだ。僕の記述が時空の壁を壊し、君をこの時代に運んだようにね。でも楽しかったろ？君はこの時代でさまざまな人々と出会った。そして離れがたいほど大切な存在だと思える人にも出会ったんじゃないかな。さて、挨拶はこれぐらいにしておいてと。その人は君にとって大事な人なのかな？さあ、よく考えて。これは大切な質問だよ。君にとってその人は、現代での生活よりも大切なものなのかな？